はいどうも皆さんこんにちは、金子でございます。ということでね、今日はね、ものすごい大きい魚ですよ。お見せしましょう。こちら。でっけえ、見てこれ。スズキ。何センチだろこれ。70センチから10センチぐらいあるんじゃないかっていうぐらいの超巨大のスズキでございます。じゃあこれをね、さばいていきます。はい、じゃあね、改めまして今日の食材はこちら、スズキということでね、でけえ。でかすぎるでしょこれ。ほら、くわ。重いのね、まずこれ。6キロぐらいあるよ。測ってみようか。じゃあ、サイズを。はい。これで、ここでだって65センチでしょ。で、やっぱね、75センチぐらいかな。まず、鱗を取っていきます。すげえ気持ちよく取れていく。はい、じゃあね、鱗が綺麗にこういう風に取れましたということで、頭をね、落としていきたいと思います。これ見て、これ。これ。スズキといったらこのエラ。このね、鋭いエラで、ラインとか切っちゃうんだよね。バーって暴れてね。それをエラ洗いって言うんだけど、すっごい鋭い。刃物みたい。カミソリみたいになってるの、ここがね。側入れたら反対側も同じように入れていきますと。そしたら背骨を断ち切ります。よいしょ。はい、頭。内臓なんか入ってるかな。胃袋なんか入ってるかな。ベイトチェック。なんだこれ。もうこれ完全に消化しちゃってんな。待って、すげえ針が入ってる。なんだこれ。ほら、針入ってるし、サビキが入ってる。見て、サビキの針が入ってた。すげえ。ほら、完璧サビキだよねこれ。だからね、食べちゃうんだよね。こうやって普通に大きい魚でも持って帰ってください、ゴミはね。そしたらね、お腹を割っていきます。ちょっと見えてるけど、すごいね、卵が入ってます。うお、すげえ。はい、これシーバスの卵、煮つけたりすると美味しいですよね。これはご近所さんにあげます。浮き袋、これをね取っていきます。これはもう手でね簡単にこういう風に取れますんでね。はい、これで取れましたと。そしたらこの血合いをね軽く洗い流していってあげます。軽く血合いが取れましたと、下ろしていきます。まずは上身から下ろしていきますね。ここに1本包丁入れてあげます。まず1本ガイドラインを入れて、そこから丁寧に入れていきます。はい、そしたら背中側を向けて、こっちもね同じようにまず背中に1本ガイドラインを入れていきます。皮を1枚切る感じですね。そしたら次にこの骨を感じながらその骨の上に沿って包丁を滑らしてあげる感じ。滑らしたら、そしたらこの手でこう押さえるじゃないですか。そしたらこう気持ちこうしてあげるの。気持ちこうしてあげると身がこう浮くじゃないですか。こう包丁が入れやすくなりますね。こうやって中骨の位置も把握しやすくなるしね。これが大事なんですよ。置いたらこうね、この動作がとてもね魚さばくときは大事になってきます。でスズキはねここまでいったらしっかりここ入れてあげて、で尻尾外してあげるじゃないですか。そしたらピンと引っ張ればほらこういう風に取れますんでね。反対側も同じ原理ですね。まず腹側に1本ガイドラインを入れてあげますと。そしたらこう骨に沿って包丁を滑らしていってあげます。この時もねこう身を浮かしてあげてね、
で背中側いきます。こっちもね1本背中にガイドライン入れて、そしたら手を押さえます。押さえたらこっちやります。そうするとここちょっと浮くでしょう。ここに沿って包丁をゆっくり滑らしていってあげます。ほら、ね、浮くでしょ。こうやってパカパカパカね、この状態でこう下ろすよりこうしておいた方が下ろしやすいの分かりますよね。くどいようですけど、これはもう何回も言います。なぜならこれが一番のポイントだから。でここまで入れたら、先ほどと同じようにせーの、はい、これでねスズキの3枚おろしの完成でございます。そしたらこれをね腹骨をすいて切り身にしていきますね。腹骨はもうここまでしか入ってませんので、ここまで来たらもうねこうやって引っ張って取ってもらえれば OK です。こんだけしか入ってませんので、ここら辺のね、ここら辺には入ってませんので、本当腹の一番先っぽっていうんですか。はい、じゃあこういう感じでね、切り身に切れましたと、7切れずつですね、片身7切れずつで合計14切れできました。今日はね、こちらのスズキの切り身を使ってアクアパッツァをね、作っていこうかなと思います。1人なんでね、そんなに食べれませんので、1切れ、2切れぐらいで OK ですね。あとはお裾分けします、これは。はい、じゃあアクアパッツァを作っていきます。で、本日アクアパッツァで、ね、使う食材がこちら。スズキの切り身と、あとしめじですね。そしてあさりとプチトマト。そしてちょっと、本当はね、刻みニンニクがいいんですけど、なかったんで、すりおろしニンニクで代用します。で、オリーブオイルと白ワインですね。これで作っていきます。まずはフライパンにオリーブオイルを敷いていきます。結構ね、がっつりめでいいです。がっつり引いちゃってください。熱しましたらね、ここにニンニクを入れていきます。ニンニクの香りが立ってきましたら、そこにスズキの切り身をね、皮の方を下にして入れていきます。両面ね、しっかりこんがりとね、焼いていってあげます。いい感じに焼けましたと。そしたらここにね、しめじを入れていきます。塩コショウを加えていきます。ちょこっとね、ここにあさりを加えていきますね。あさりを加えて、こちら白ワインをね、加えていきます。うまー。いちごとよく合う。そんなことはよくね、あれにして。そんなことよりは加えていきます。こんなもんですね。そしたら白ワインと同じぐらいの量の水も入れていってあげます。そしたらここにね、プチトマトもこう切ってね、入れていってあげます。弱火で10分ほどね、煮立てていきます。そろそろ出来上がりましたということで、いくよ。オープン。うわー、すげー。うまそう。あさりもね、いい感じに開いて、じゃあこれをね、お皿に盛り付けていきます。完成ということで、スズキのアクアパッツァでございます。
すっごいなんかね、イタリアの香りがする。イタリア行ったことねえけど、ちょっと今日割り箸が切れちゃってて箸がないんで、菜箸で食べていこうかなと。まずはスズキから食べていきたいですね。皮もあんだけ大きいと結構分厚いね。いただきます。うまい。うまっ。ちょうどいい塩加減。アサリの旨味もね、しっかりスズキに移っててね、美味しいですね。これうまい。本当に美味しい、これ。すっごい好き。うまっ。ビール。今日はビールでいきますわ。せっかくなんで。出ます。うめえ。これはちょっとビールが本当に止まらんな。美味しすぎるだろう。この汁でさ、パスタとか作っても絶対美味しいと思いますよ。ごちそうさまでした。いやー、本当に美味しかった。スズキのアクアパッツァ。この今の時期、冬ですけども、冬のスズキってあんまり美味しくないとか言われるんですけどね。実際値段もすごく安いんですよ。あの大きさで1匹1500円で買いました。安いよね。夏だったらどうだろう、あれ1匹いくらすんだろう。5000円くらいするんじゃないですかね。5000から7000円くらい。もう3分の1の価格で買えるんでね、冬は。冬のスズキってさ、なんで安いかというとさ、油が少ないんですよね、夏に比べてね。なんでこの料理で油を使った料理をしてあげると化けますよね。アクアパッツァでもそうですし、フライでもそうですよね。なんで料理次第では魚は美味しくなりますんでね、旬以外でもぜひ皆さんね、アクアパッツァ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。